ガンダムシリーズの主人公は若く精神的に未熟なパイロットも多く、時には成長を促してくれる頼れる兄貴分的な人物たちが登場します。過酷な戦争の中でもそんな頼れる兄貴たちからの学びを経て、チームが一丸となり敵に打ち勝つことが多々あります。今回はそんな主人公の兄貴分と呼ばれる人物たちについて見ていきたいと思います。なお、本動画はコミュニティでのアンケート内容および動画コメント欄から選ばせていただいたものとなります。皆様たくさんのコメントありがとうございました。気になる方はぜひコミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。オデロ編リーク。まず、機動戦士ビクトリーガンダムからリガミリティアにおける子供たちのリーダー格オデロ編リークです。喧嘩っ早くお調子者な性格をしていますが、年下の面倒見はよく、まだ幼いウッソたちの兄貴分ポジションにあるキャラクターでした。しかし当初から良い兄貴分キャラというわけでもなく、ウッソとの出会いはウッソの家に食料を盗みに入った時と、ファーストインプレッションが最悪なものとなっています。またウッソが父親を探そうと情報収集していた時には、もう家族がいないメンバーへの配慮に欠けているとして2つ年下のウッソと殴り合いの大喧嘩をしていました。しかし後でウッソに父親探しをフォローする発言をしたりと、自分が兄貴分の立場にあることを実覚している一面もあります。そんな破天荒なオデロとぶつかることで、ウッソも彼を信頼するようになっていきました。そして最終決戦ではカテジナとクロノクルの猛攻を受けるウッソの間に割って入り、年上の言うことを聞いてさっさと行きな、弟分はよとウッソにシャクティの元へ行くよう促すなど、非常に兄貴分らしい行動をとっています。カテジナとの戦いでもウッソの時間を稼ぐため身を挺してカテジナのゴトラタンと交戦。最後はゴトラタンに撃墜され死亡するのですが、死してもなお残留思念としてウッソにアドバイスを送り、シャクティを救出しようとする彼の手助けをしていました。竜補正。続いて機動戦士ガンダムの元祖兄貴分キャラこと竜補正です。サイドセブンでのジオン軍の強襲を受けて生き残った唯一生き残ったパイロット候補生の一人で、民間人だらけのホワイトベースでは数少ない正規軍人でした。心に余裕がないブライトがアムロたちに厳しく当たる中で、持ち前の包容力で慣れない戦場で精神をすり減らすアムロたちを受け止める組織の潤滑剤的な役割を担っています。しかしアムロが脱走した際は厳しい態度で接するなど、締めるところは締めるメリハリの良さも持っていました。ブライトもそんな竜に心を許しており、相談役として自らの心情を吐露する場面も見られます。竜もそんなブライトのことをよく理解しており、アムロへの厳しすぎる態度はブライトのアムロに対する恐怖から来ていると見抜いていました。また命に関わる傷を負いながらもブリッジまで向かい、ブライトにアムロと話し合うよう進言。アムロにもわざわざ独房まで会いに行ってブライトの本心を教えるなど、どんな状況にあっても仲間のために身を挺して動く懐の深さを見せていました。最終的にホワイトベースとガンダムを守るためコアファイターで特攻し死亡。誰よりも仲間思いだった竜の死はクルーの心に深い傷を残し、結果として彼らの結束を深めることになります。特に竜の死によってブライトとアムロが自分たちの行動を悔いたのか、以降2人の間で衝突はほぼ見られなくなりました。スレッガーロウ。続いて機動戦士ガンダムから2代目兄貴分キャラであるスレッガーロウです。配属早々未来やセイラに言い寄る姿は女好きなお調子者という印象を受けます。一方で砲術から戦闘機の操縦までこなせる非常に優れた戦闘技術を持っており、その人当たりの良さも相まって男性陣からは特に信用されていました。作中でもアムロたちを誘ってシャワーを浴びに行ったり軽口を叩き合ったりと、短い期間ながら良好な関係を築いていたのがわかります。また女好きではあるものの女性に甘いわけではなく、カムランの行為を頑固として受け取ろうとしない未来に平手打ちしたりと、男女関係なく人として間違っていると思うことには遠慮なく突っ込んでいく非常に熱い部分も持ち合わせていました。ちなみに年齢に関してはブライトたちよりも年上とされており、若者ばかりのホワイトベースでは数少ない大人として戦場での生き方を教えてくれた人物と言えるでしょう。ビグザムとの戦いでは
味方の損害を減らすために市場を捨てて自ら捨て身の攻撃を選び死亡します。しかしスレッガーの献身もあってアムロはビムザムの撃破に成功しました。悲しいけどこれ戦争なのよねという名言も含めて多数を生かすため自己を投げ出した生き様はアムロたちに大きな影響を与えているでしょう。アムロレイゼータ版。続いてゼータガンダムからカラバでカミーユと共に戦った時のアムロレイです。アムロは前作主人公ということもあり若い次世代主人公であるカミーユの手本となる存在でした。当初は7年のブランクと前の対戦の心の傷が目立っていましたが、ベルトーチカとの出会いもあって心境に変化が生まれたことで伝説の最強パイロットかつニュータイプの先輩として地球でカミーユを導く役割を担っています。特にモビルスーツ戦では後ろにも目をつけるんだなど独特な表現で指導し、カミーユに一年戦争を生き抜いたパイロットの戦い方を叩き込んでいました。カミーユも当初はベルトーチカの存在もあって彼との関係はギクシャクしていましたが、卓越した操縦技術や香港シティで身を挺して未来たちを救う姿を見てアムロへの態度を軟化させていきました。またフォウが身を挺して宇宙へ戻る機会を作ってくれた際には戸惑うカミーユに人の善意を無視する奴は一生苦しむぞと背中を押すなど精神面でも兄貴分として大きな影響を与えています。特に当初の兄貴分だったクワトロほどシャアが正体を隠していることが発覚してからはカミーユの前で情けない大人の姿を晒すことも増えたため、よりアムロの兄貴分らしさが際立っていた印象を受ける方も多いのではないでしょうか。ウルフエニアクル。続いてガンダムエイジから連邦のエースパイロットで白い狼の異名を持つウルフエニアクルです。当初はプレイボーイな一面が目立つほか、エイジを自分の機体にしようとするなど自由奔放でどこか軽薄な印象を抱かせる人物でした。しかしエースパイロットだけあって戦場では冷静な判断力でフリットたちを導く隊長としての貫禄を見せつけています。そんなウルフの兄貴度が大きく高まったのが第2部。一部の頃よりも面倒見の良さが高まっており、オブライトからも模範的な軍人ではないが最高の隊長と絶賛されています。特に父親であるフリットとの関係が希薄なアセムにとって近くで導いてくれるウルフは父親代わりのような存在でした。また当初のアセムは X ラウンダー能力の低さから父親とゼハートに対する劣等感に苛まれていましたが、そんなアセムにウルフは X ラウンダーじゃなくてもスーパーパイロットになればいいと諭しており、アセムのコンプレックスを解消させるのに一役買っています。そんな面倒見がいいウルフはノートラム防衛戦においてクロノスの攻撃からアセムをかばい死亡してしまいました。しかし死に際でもアセムにスーパーパイロットになれと叱咤し、最後の瞬間まで弟分の背中を押し続けています。そんなウルフの献身もあって後にアセムは X ラウンダーすら圧倒するスーパーパイロットとして成長していきました。オルガいつか。続いて鉄血のオルフェンズから鉄火団団長であり少年兵たちの兄貴分であるオルガいつかです。そもそもオルガはもう一人の主人公的ポジションの人物なので三日月ヨーガスの兄貴分かというと若干疑問がありますが、ミカにとってオルガは自分たちを導く存在でした。義理堅く人を寄せつけるカリスマ性を備えた少年で、大人たちにゴミのように扱われるだけだった少年兵たちをその手腕で導き鉄火団を設立しました。特に宇宙ネズミと蔑まれ生きることに希望を持つことすら許されない少年たちにとって大きな夢を抱くオルガの存在はまさしく希望で、彼を慕う者は多くいます。一方でまだ子供と大人の間で揺れる若さを持っているためか、仲間たちからの期待や信頼に悩み一人で抱え込むこともありました。ミカからは兄貴分どころか生きる意味とすら認識されており、そんな三日月の視線にあの目は裏切れねえと重圧を感じている節もあります。また時には団員の犠牲を強いる手段を取ることもあり、ビスケットやメリビットに苦言を呈されることもありました。さらにオルガを兄貴分として慕うからこそ団員たちが盲目気味になることもあり、時にオルガの指示が彼らを危険にさらすこともあります。それでも団員を家族のように思う愛の深さは本物で、ラスタルエリオンに追い詰められた際も
自分の命を差し出してでも団員を救おうとしていました。最後は敵に差し向けられた死角の凶弾に倒れますが、銃弾の雨にさらされても仲間の盾となり、最後まで兄貴分としての意地を貫き通しています。キンケドゥナウ。続いて機動戦士クロスボーンガンダムよりクロスボーンヴァンガードの大黒柱であるキンケドゥナウです。初登場のガンダム F91 では学生だったこともあり、年相応の若さを持っていましたが、クロスボーンガンダムでは組織の中心人物として冷静かつ的確な判断ができる大人として成長しました。一方で人当たりの良さや面倒見の良さも向上しており、主人公のトビアにとってはいきなり飛び込んだ組織の中で数少ない軽口を叩き合える人物となっています。また大人にはなったものの、子供の純粋さを真正面から受け止められる懐の深さを持っており、宇宙海賊のやり方に疑問を抱くトビアに対しても、俺はベラの力になると決めた。それが独善でも偽善でも関係ないと、愛する人を守るために実直に戦い抜く覚悟を吐露しています。木星戦役後は戦いから離れますが、キンケドゥの存在はトビアの大きな支えとなっており、鋼鉄の7人ではキンケドゥたちの日常が、トビアが何が何でも地球を守り抜く覚悟をするきっかけとなりました。またベラのために名前すら捨てたキンケドゥの姿が、木星では生きられないトビアがベルナデットと共に歩むための方法につながっています。さらに木星戦役から20年近く経ったゴーストにおいても、戦えなくなったフォントに助言を与え、立ち直るきっかけを与えました。このようにその生き様で終始トビアに多大な影響を与えただけでなく、後発作品の主人公の背中すら押すなど、シリーズ屈指の兄貴分として長年にわたって活躍しています。シュバルツブルーダー。続いて G ガンダムよりネオドイツ出身のガンダムファイターシュバルツブルーダーです。その正体はデビルガンダムに取り込まれた教授がドモンの力になれるよう力尽きたシュバルツの体に BG 細胞で自分の人格記憶を全て組み込んで生み出したもう一人の教授カッシュです。つまり兄貴分というか本当の兄貴です。作中ではその正体を隠しつつドモンと接触。東方腐敗が敵となった後のドモンにとっては第2の師匠となり、厳しくも陰ながらドモンを支え、ディアナコーチではスーパーモードを発動するための助言を与えています。またチボデーやジョルジュにも接触し、時に彼らが立ち直るきっかけも作っていました。そしてランタオ島でのデビルガンダムとの戦いでは、ついに兄としてドモンの前に立ち、彼に全ての真相を伝えています。最後は身を挺してデビルガンダムの動きを封じて隙を作り、デビルガンダムごとドモンに撃たれますが、最後まで甘いところがあるドモンを叱咤し、厳しくも優しい兄として彼を導き続けました。その苛烈ながら優しき彼の生き様から、シリーズ屈指の兄として評価しているファンも多いのではないでしょうか。ムーラフラガー。続いてガンダムシードからエンデュミオンの高ことムーラフラガーです。アークエンジェルの数少ない正規軍人ながら、キラたちに対して坊主と気安く接しており、当初から上官というよりも気の良い兄貴分として受け止められていました。その分け隔てなさは誰に対しても変わりなく、コーディネーターとして色目で見られているキラにも一人の先輩パイロットとしてフランクに接しています。一方で命がかかった状況では冷静かつ厳しく接しており、一人の軍人として冷静に子供たちと向き合っていました。またキラやトールが MIA になった時は単独でも捜索に出ようとするなど、彼らの存在を人一倍気にかけています。ただ軍人として戦いを割り切ってしまっているムーには、コーディネーターという立場や戦いそのものに葛藤を抱くキラに寄り添い切ることはできず、一般論的な言葉しか投げかけられない場面も多く見られました。そのためキラたちにとって兄貴分であることには変わりありませんが、歴代兄貴分よりも主人公に与えた影響は少ないように感じられます。それでもまともな戦力がなく、アークエンジェルの命運を背負わされていたキラにとって、同じパイロットとしての感覚を共有できるムーの存在は大きな支えになっていたことは間違いないでしょう。ニール・ディランディ。続いてガンダム00から初代ロックオンストラトスことニール・ディランディです。気難しい性格をしたガンダムマイスターの中で数少ない社交的な存在として
みんなを引っ張っていくリーダーの役割を担っていました。また操縦技術や判断力に関しても当時のマイスターの中では頭一つ抜けており、戦力面でも精神面でもプトレマイオスの大黒柱的な存在となっています。特に序盤は何かと暴走しがちな刹那のブレーキ役も兼ねていたり、やたら貧乏くじを引かされていますが、そんなニールに気難しいメンバーたちも信頼を寄せていました。なお刹那はニールにとって家族の敵の一人でもあり、それが明かされた際は一瞬険悪な関係になりかけましたが、お互いの過去を共有したことでよりメンバーの結束は深くなっています。ファーストシーズン終盤、サーシェスとの戦いで死亡しますが、彼の存在は刹那に多大な影響を与え、セカンドシーズンや劇場版でも刹那の意識の中に現れ、刹那に変われ刹那、変われなかった俺の代わりにと助言を与えていました。そんなニールのアドバイスもあり、刹那はイノベーターとして変革し、世界を救う存在へと成長していきます。主人公の兄貴分としての立ち振る舞い、後の影響を加味してもシリーズ屈指の兄貴分キャラと言って差し支えないでしょう。ということで以上、主人公の兄貴分キャラ10選でした。アンケートでは他にゼータガンダムのクワトロバジーナ、ガンダム X のウィッツス、ポケットの中の戦争のバーニー、鉄血のナゼタービン、シードデスティニーのハイネベステンフルスといったキャラを挙げる方も見られました。ぜひ皆様が印象に残っている兄貴分キャラもコメントで教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。